クレオパトラとカエサルの出会い。イントロダクション。この動画では、歴史上の有名人物、クレオパトラとカエサルの出会いについて詳しく探ります。この物語は、ずんだもんと四国メタンが対話形式で進行します。歴史は一見難解に見えるかもしれませんが、それは私たちの過去、現在、そして未来につながる重要な要素です。クレオパトラとカエサルの出会いの背景。クレオパトラとカエサルってどうして出会ったのだ？それは紀元前48年のことよ。当時エジプトは内戦で揺れていて、クレオパトラは女王として弟との権力争いに巻き込まれていたの。カエサルはその混乱を解決するために、また自身の地政学的な利益を追求するためにエジプトに足を踏み入れたの。この内戦はクレオパトラとカエサルの出会いの舞台を整えることになったのよ。クレオパトラとカエサルの出会いのエピソード。クレオパトラはどうやってカエサルに会ったのだ？それが面白い話なの。伝説によれば、クレオパトラは自身を絨毯にくるまってカエサルの部屋に運ばせたの。そしてその絨毯から突然現れた彼女はカエサルを驚かせて、その驚きと魅力がカエサルを魅了したと言われているの。これが2人の初対面だったのよ。それはびっくりするのだ。クレオパトラは無邪気なところがあるのだな。クレオパトラとカエサルの出会いの意義。その出会いはどういう意義があったのだ？この出会いは後のエジプトとローマの同盟の形成に大きな影響を与えたの。さらにクレオパトラとカエサルの間に生まれた息子カエサリオンの誕生にもつながる大切な出来事だったの。もしもこの出会いがなければ、世界の歴史は大きく変わっていたかもしれないわね。まとめ。クレオパトラとカエサルの出会いは、彼らの個人的な歴史だけでなく、エジプトとローマの歴史全体にも大きな影響を与えました。この出会いを通じて、歴史の大きな流れや様々な出来事が、どのように連動しているのか、また一つの出会いがどれほど大きな影響を及ぼすのかを、理解することができます。過去の出来事を振り返ることで、それが現在の世界にどのような影響を与えているのかを理解し、その上で未来を予測することができます。この一連の出来事は、歴史がいかに重要で、それが私たちの現在と未来に、どのように影響を及ぼしているのかを示す一例です。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは、歴史上の人物に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。歴史人物に興味があるなら、チャンネル登録や他の動画も見てみてね。